こんにちは。闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。暗殺者のローブってかっこいいですよね。ただし破壊と隠密両方を強化するという不受内容が微妙で、隠密するならダガーか弓を使った方がいいし、未練の衝撃があれば隠密を使う意味はあまりありません。というわけでどちらの性能も中途半端でしかない暗殺者のローブを使い続ける人はいないと思います。しかしこんなにかっこいいのにタンスの肥やしにしておくのはあまりにもったいないと思いませんか？そこで今回は暗殺者のローブを使った上でチートプラスに強力なビルド、インビジブルストームの作り方を紹介します。まずは種族ですが、ハイエルフの女性にします。今回のビルドはマジカが重要になるので最大マジカが高いハイエルフを選びました。名前は、どこにもいないという意味のノーウェアにします。それではヘルゲンを脱出します。回復薬はなるべく回収しつつ敵は避けていって、ヘルゲンを脱出したら、盗賊の石碑をセットしてからホワイトランに向かいます。馬車でウィンドヘルムまで移動して、そこから南西に進むと、マーラの目の池に到着します。中央の小島から地下に入って、中にいる吸血鬼からサングイネア吸血症をもらいます。その後はすぐそばの空種の間に逃げ込んで、3日間待機します。これでこのキャラは吸血鬼になりました。そのまま空種の間のクエストを進めて、血虫の兜を入手します。この兜にはアンデッドに対する魔法を強化する効果があり、プレイヤーがアンデッドなら自分自身への魔法も強化できます。試しにこの状態で素人のローブを着てみると、血虫の兜によって強化されてマジカ回復速度が上昇します。それ以上に重要なことは、この時点でこのキャラはアンデッドに固定されたということです。詳しいことは聖職者アンデッドになる方法という動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後なるべく早く吸血鬼になることで、その後吸血鬼を直しても永遠にアンデッド状態が続くようになります。ゲームを開始したらまずアンデッドに固定する。これは令和のスカイリムの新常識のはずなんですけどなぜか久しぶりに見た気がしますね。クエストが完了したら、黒鉱石など金目のものを回収してから外に出ます。次は隠密スキルを鍛えたいので一度ホワイトランに戻って、これまでの戦利品を売却してお金を作ります。商人の所持金がなくなったら、セーブしてから殴って敵対して、その後ロードすれば所持金が復活するので、これを繰り返せばいくらでも売り続けることが可能です。黒鉱石は使い道があるので一つは残しておいて、お金は4000ゴールドほど貯まりました。宿屋で夜まで休んで休息ボーナスを得てから、馬屋に1000ゴールド払って馬を購入します。そうしたら馬を適当な角に配置して、事前に用意しておいた鉄のダガーを両手に装備してから、背後からスニークアタックを仕掛けます。するとものすごい勢いで隠密スキルが上がっていきます。偽売りの馬は感知能力が低いので吸血鬼の隠密ボーナスがあれば攻撃しても気づかれることはありません。間を置かずにスニークアタックを仕掛けられるので効率よく隠密スキルを鍛えられます。というわけで隠密スキルを50まで上げました。次は魔術スキルを鍛えたいので魔術師の石碑をセットしてからリフテンへ向かいます。宮廷魔術師のミランドリアからショーンと聖者の光を購入します。酒場でマラマルからマーラのアミュレットを購入してマーラ聖堂でマーラの祝福を得ます。これで回復呪文の消費を 25% 軽減できるようになりました。それではウィンターホールド大学へ向かいます。ファラルダから入学試験を受けたら宿屋で休息ボーナスを得てからドレビスに話しかけて秘術の収束点を浄化するクエストを受けます。秘術の同調手袋を装備してから秘術の収束点を調べるとランダムなバフが発生することがあるのですが、目当てのものが発生しなかったらリセットして調べ直します。これを何度か繰り返すとそのうちプラス100マジカ上昇というバフが発生します。これはマジカの最大値を上昇させる効果に見えますが、実際にはものすごい勢いでマジカが回復し続けます。これが発生したら素人のフードをかぶってから消音を唱えて幻惑スキルを鍛えます。幻惑スキルを50まで上げたら次は密店に入ってドラウグルに聖者の光を当てて回復スキルを鍛えます。回復スキルが40まで上がったらコレットから聖者の息吹を購入して今度は聖者の息吹を当てて回復スキルを鍛えます。というわけで回復スキルを70まで上げました。
次はこのビルドの要となる装備を取りに行きます。適当なコンバクの不死武器を購入してから、グレロットを倒して魂を捉えます。ウィンドヘルムでアレティノにグレロット殺害を報告したら、適当なベッドで眠りについて、闇の一頭に拉致されます。同じく拉致された3名の中から誰かを適当に殺して、小屋を脱出したらファルクリース西の闇の一頭の聖域に向かいます。通路を進んで最初の部屋の棚の上に、暗殺者のローブ一式が置いてあります。これらを拾ったら早速装備して、これで今回のビルドのメイン装備が手に入りました。それでは魔術スキル化石の続きを再開します。ウィンターホールドから西に進んで、ホブのフォール洞窟へ向かいます。内部にはスケルトンや資料術師が出現しますが、暗殺者の装備があれば発見されることなく通り抜けられます。ある程度進んで広間まで着いたら、隅にある古代呪文の書の宝箱から、中身の呪文書をすべて回収します。外に出たら手に入れた呪文書の中から、解き放たれた陶器を習得します。これを唱えたままマップを開いて、ヘルゲンへファストトラベルします。その後スキルツリーを開くと、破壊スキルが76まで上がってます。解き放たれた陶器はファストトラベル中もスキル経験値を得られるので、唱えながらファストトラベルすることで一気に破壊スキルを上げられます。ステータスの上昇はすべてマジカに振り分けて、レベル22、マジカ360まで上がりました。それでは血虫の兜をかぶってからパークを取得します。最初に回復パークの聖職者を取得して、瞑想ランクに、破壊パークの2連の唱え、破壊術の熟練者、雷撃強化ランクに、原子分解、幻惑パークの無音の唱え、隠密パークの隠密行動、羽の歩み、サイレントロールを取得します。瞑想は本来マジカ回復速度プラス 50% なのですが、これは聖職者と血虫の兜で強化可能です。なので現在のマジカ回復速度は 178% まで上昇してます。また隠密行動を取ったことによって、暗殺者の靴と合わせて 100% の消音効果を得られるようになります。これで視界に入らない限りは見つかることはほとんどなくなります。次は吸血鬼を直したいので、モーサルでファリオンに黒痕跡を渡して、儀式場まで来たら、血虫の兜をかぶった状態でファリオンに話しかけて、吸血鬼を治療します。これで聖職者や血虫の兜による強化は受けられなくなるはずですが、試しに暗殺者のローブを付け直してみます。すると、吸血鬼は直したはずなのに聖職者と血虫の兜によって消費軽減が強化されています。これが序盤でこのキャラをアンデッドに固定した効果です。吸血鬼のデメリットなしで恩恵だけを受けられるわけですから、これは常識になるのも納得の強力なテクニックですね。さらに現在のマジカを見てみると、388に上昇しています。これはハイエルフの種族ボーナスであるマジカプラス50が聖職者と血虫の兜で強化された結果です。種族ボーナスは種族が変化する瞬間に聖職者や血虫の兜の効果を得ていれば強化されるので、血虫の兜をかぶった状態で治療したというわけです。治療が終わったら儀式場から西に進んで、見習いの石碑へ向かいます。これはマジカ回復速度プラス 100% と魔法耐性マイナス 100% の効果を持ってます。血虫の兜をかぶった状態でこれをセットすれば、マジカ回復速度は 334% まで上昇します。これだけ早ければかなり快適に魔法が使えるようになります。ただし魔法耐性の低下もマイナス 156% に強化されてしまいますが、このビルドが完成すれば攻撃を受けることはほぼなくなるので実質デメリットはありません。それではこのビルドの基本的な戦い方を紹介します。今回のビルドでは解き放たれた嵐を攻撃手段として使います。この魔法は唱えてる間だけ雷撃属性のマント魔法を展開して、さらに近くに対象がいれば頭上から雷を発射するという2つの効果を持ってます。周囲に複数の敵がいる場合は効率よくダメージを与えられるのですが、近距離専用なので純粋な魔術師には使いにくい魔法となっています。ところが現在のステータスでこの魔法を使用すると、ちょっとありえないくらいの距離まで攻撃が届きます。どういうことかというと、この魔法は雷撃強化や2連の唱えで射程を伸ばすことが可能で、さらに魔法耐性の低下でも射程が伸びるので、全てを合わせるとこれくらいの距離まで攻撃が届いてしまいます。さらにマント魔法は壁を貫通できるので、ダンジョンに入った直後に使うだけで内部の敵をほとんど一掃できます。一見無敵に見えますが欠点もあります。
一つはマジカ効率が悪くて敵の体力が高いとマジカが切れるまでに倒せないということ。もう一つはいきなり近距離に出現する敵に対処できないということです。二連の衝撃のようにひるませたりはできないので呪文を唱えるだけでは攻撃を受けてしまいます。というわけでここからはこれらの欠点を克服するための装備や能力を取りに行きます。まずはソリチュードのレディアント装具店で破壊術の指輪台を購入します。そうしたら次はマルカルスに向かって宿屋でハーツ墓地走行を呼んでハーツ墓地のクエストを開始します。幽霊を追いかけて目的地を目指すことになるのですが、進行方向にクマが待ち構えています。クマが登ってこれない崖の上まで登って解き放たれた嵐で攻撃します。途中でマジカが切れるので高貴な生まれで回復してから再び攻撃してきっちりとどめを刺します。これで安全に目的地までたどり着けます。本来ならここまで来るとフォースウォーンとの戦闘になるのですが、先ほどの解き放たれた嵐でついでに倒せたので今回は灰しか残ってません。次はカーススパイアで汚れた心臓を回収しなくてはならないのですが、やはり解き放たれた嵐で簡単に殲滅できます。というわけで心臓を回収したら、そのまま墓に返すか祠で浄化するか選べるのですが、今回は墓に返すルートを選びます。するとサイモン・ロダインと戦闘になりますが、近距離で出現する上に魔法攻撃を仕掛けてくるのでこのビルドだとかなり厄介な相手です。というわけでここは馬におとりになってもらって、十分に距離を取ってから解き放たれた嵐で倒します。その後墓を調べれば、マキシの黒炭の鎧一式が手に入ります。特に重要なのがマキシの黒炭のコテで、腕装備であるにもかかわらず破壊上昇の付属がされてます。血虫の兜をかぶってからこれを装備すれば、合計で破壊呪文の消費を 89% 軽減できます。これだけ軽減できればマジカが足りなくなることはほとんどありません。暗殺者のローブシリーズではないものを身につけることになってしまいますが、ほとんどが袖に隠れて手袋にしか見えないので違和感はないと思います。次は近距離の敵への対処ですが、十分な隠密能力と無音の唱えがあれば状況によっては見つかることなく倒すことが可能です。しかしこの方法は敵の感知能力や周囲の明るさに大きな影響を受けるため安定しません。というわけで安定して隠密したまま敵を倒すための能力を取りに行きます。リフテンでブリニョルフに話しかけて、同族ギルドクエストを開始します。ほとんどのクエストは解き放たれた嵐があれば楽勝ですが、味方と同行するクエストの場合、無遠慮に解き放たれた嵐を使うと敵対して殴られてしまいます。敵対してしまう原因は頭上から発射される雷の方なので、隠密状態で先に進んで味方を雷の範囲内に出してから攻撃すれば敵対することなくダンジョン内の敵を一掃できます。そうして盗賊ギルドクエストを最後まで進めると3つの能力の中からどれか1つを得られるので、三日月を選んでノクターナルのシャドウクロークの能力を得ます。これを発動すると約20秒間しゃがむだけで透明状態になることが可能です。立ち上がったり何か行動すれば透明は解除されてしまいますが、効果時間内であればしゃがむだけで何度でも透明状態に戻れます。他の透明能力のあるパワーが呪文の詠唱中には発動できないのですが、この能力の場合は立った状態で呪文を唱えて、そのまましゃがめば、透明状態のまま呪文を唱え続けることが可能になります。これを使えばたとえ日中の屋外であっても攻撃中に発見されることはかなり少なくなります。とはいえノクターナルのシャドウクロークは1日1回しか使えないので汎用性に欠けるように思えます。ところが効果時間が切れるのを待ってからしゃがんでみると、なぜかまだ透明化の能力が有効なままになっています。ノクターナルのシャドウクロークの効果時間は120秒と表示されてますが、実際には一度発動すると隠密時の透明能力は永遠に残り続けます。ただし効果時間終了後は隠密時に透明が解除される行動をとると、その後は再びノクターナルのシャドウクロークを発動しない限り透明にはなれません。しかし呪文の詠唱中にしゃがむだけなら透明は解除されないので、結果として隠密時の透明能力を永遠に残したままにできます。この仕様を使って一切感知されることなく一方的に攻撃し続けるのがインビジブルストームの戦い方というわけです。
当初はこれで完成にするつもりだったのですが、いつでも透明になれるなら暗殺者のフードは必要なくなってしまうんですよね。見た目の統一感とどちらを優先するか迷いましたが、今回は性能重視で代わりの装備を取りに行きます。ウィンドヘルムの港からソルスセイムに渡って、レイブンロック鉱山に入ります。中の敵は透明化と解き放たれた嵐でほぼ何もさせずに倒せます。このビルドでは今節の魔法トラップを食らうと即死してしまうのですが、事前に場所が分かっていれば解き放たれた嵐で解除可能です。最後に着いたらザークリソスと戦闘になります。こいつは魔法耐性が高い上に雷撃耐性まで持ってるのでダメージの通りがかなり悪いです。マジカが切れたら高貴な生まれを発動して、何度かマジカ回復を挟みつつ地道にダメージを与えていきます。そうしてザークリソスを倒したら、死体を調べて、ザークリソスを入手します。これを装備すれば雷撃属性の魔法が 25% 強化されます。ザークリソスには雷撃耐性もあるので射程は逆に短くなってしまいますが、今回のビルドは透明で攻撃を防ぐので射程距離はそこまで重要ではありません。見た目も暗殺者のフードにそのまま仮面をつけただけという感じなので、意外と統一感があるしむしろ正体不明の強者感があっていいんじゃないでしょうか。これでインビジブルストームの基本は完成となります。現在のステータスで未練の唱えで解き放たれた嵐を発動すると、難易度レジェンダリーでも毎秒41ダメージ、頭上の雷は一発あたり20ダメージを与えられます。瞬間的な火力には欠けますが攻撃範囲の広さを考えれば十分すぎるダメージです。また隠密性能もかなり高く、たとえ相手がドラゴンだったとしても見つかることなく一方的に倒せます。最後に隠密パークの影の戦士について注意事項があります。これを取得したからといってナイチンゲールのシャドウクロークが解除されたりはしないのですが、解き放たれた嵐を二連の唱えて発動したまま、影の戦士が発動すると、なぜか解き放たれた嵐のダメージが下がってしまいます。ノクターナルのシャドウクロークの場合はダメージが下がることはないのでこれは影の戦士固有の現象のようです。なので今回のビルドでは影の戦士は取らないように気をつけてください。というわけでインビジブルストームの作り方の紹介でした。暗殺者のロープを活用するビルドというよりは、暗殺者のロープを装備してても問題にならないくらい強力すぎる戦術のビルドになってしまいましたが、たまにはこういう強力すぎるビルドで遊んでみるのも楽しいので、ぜひあなたもインビジブルストームを作ってみてください。といったところで今回の動画はここまでです。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。